全部で10層あってですね。で、地下の部分に生命以前の海っていうか、もうぐちゃぐちゃしたケオスな状況っていうのを作っていて、次の層で、生命が生まれてくるんですけども、その何もないところから生命が生まれてくるところがミッシングリンクですよね。ミッシングリンクのところをどうやって説明しようかっていうので、私がやってるその人工生命の立場から、テープとマシンっていうのを昔論文を書いたことがあってですね、遺伝子に相当するテープをマシンが読んでいくと。読んだ結果としてそれを翻訳して次のマシンとテープを作る。それをさらにマシンとテープが読み合ってっていうふうにしていくうちに、自分で自分を読んで複製するものが出現するかどうかっていうシミュレーションをしたことがあって、それは出現するんですけども、そのシミュレーションを、最初のところに書いてあって、その次に生命が実は生まれてですね、カンブリアンの層っていうのがあるんですね。そこは非常に今からでは考えつかないような生物のいろんな形が見つかる。異様な形をしたものが生まれて、それはその生物の形を作るための万能プランっていうものをその時に自己組織的に考案されて、そのプランをもとにしていろんなものが試されている時期っていうのがあって、それが今から6億年から7億年前のカンブリアの時なんですね。それは本物の化石を使って書いてます。実際ですね、これ例えば、カンブリアの化石の一つなんですけども、これを使ってコピーしてこの化石の層の中に埋めているということですね。その次にですね、アンモナイトの層があってですね、アンモナイトの進化っていうのは実は面白くてですね、例えばアンモナイトのヒダのところが入り組んで複雑化していくんですね、年を追うごとに。後の方の進化と最初に始まった進化っていうのを比べた場合に、こっちの方が複雑だとかってみんな言いたくなるんだけども、そういう例がいっぱいあるわけではないんです、実は。だけどアンモナイトに関してはそれが割といいものがあってですね、その例とかをちょっと見せたいというのと、もう一個その異常巻きアンモナイトっていうのが出てくるんですけど、それの化石とかを、3次元プリンターで作って、そういうのを埋め込んであったり、いろいろしてます。これはアンモナイトっていう種に関する、進化の、出現から絶滅までを全部作った。それを時間に追って上まで行く。あんまり恐竜出したくなかったんで、いきなりその後は、人間の誕生っていうのを言ってます。人間の誕生をどういうふうに化石として描くかっていうのは、難しいですけども、もちろん人骨をバーってやってもよかったんですが、ここで考えたのはソフトウェアの出現ってことがすごいでかいと思うんですよ。人間が生まれたってことは、そのハードウェアの上にソフトウェアってものを出現させたことだと考えているので、その人間の脳がやっぱり大事で、人間の脳っていうのはホムンクルスっていうペンフィールドっていう人が作ったその脳地図っていうのがあるんですよ。そいつをここに展開してあるんです。書いてある。こっちの右半球と左半球で、ここに刺激があったらどこが反応するかっていう、その刺激のパターンがブワーって体中のパターンが実はこの半角屋の上、ここに全部マップできるんですね。実際のこの比率とは違って、例えば顔とかは非常にセンサーが多くて、ここが大きくなってるとか、手のフェラの上にはセンサーがいっぱいあるから、手はすごくでかくてっていう。それがそのホモンクルスっていう表されるんですけど、その生命進化に対して人間がどのくらいの寄与をするかっていうことに関し、人間がいて物理学を作って、物理学の知識をもとにすると、普通だったらほとんど絶対ありえないような場所で核融合反応とかを起こすことができるわけですよね。でそれが水爆とかにつながってるわけですよね。というか水爆そのものですよね。人工的に太陽の中でしか起こってないようなことを地球っていうものすごく温度の低いところで、でもそれを人工的に作ることに成功したわけですよね。それが原生爆実験なんですけども、例えば遠くの星見てるときにどっかですごい温度の低いところで核融合反応が起こってたら、それこそが宇宙人がいる証拠ですよね。なぜかというと、それを起こすためには物理学の知識がないと起こせないから、それが起こせてるっていうことは、そこには文明があるっていうことになるじゃないですか。ここに2058本の黒い糸が引いてあって、それは原生学実験の回数なんです。それは原生学っていうのは危ないことだとか危険だとかそういうことじゃなくて、それが
その人類が作り出した人工的な知識とか人工的な知性っていうものなんです。その自然現象の中にその下から普通に連続的に説明するようなものではなくなるということです。そういうこともちょっといろいろ話したくて、そういうことを作って例えばですけども、自分でくすぐるとくすぐったくないけど他の人にくすぐられるとくすぐったいじゃないですか。でそれはなぜかっていう問題に関して、いくつか回答もあるんですけど、僕自身が考えてた回答もいろいろあってですね、それはもちろんその感覚っていうのは実際に物理的にそこに震源が来るからそういうものが立ち上がるんじゃなくて、自分の想像世界の中で感覚っていうのは立ち上がったりするんですよ。でそういうことを表すために、ホモンクルスの上に我々が考えているもっとダイナミックなセンサーとモーターの関係性っていうのを書き込んであって、その結果生まれたのが一つ最初に生まれたのがその情報そのものを操作する、インターネットとコンピューターというものが生まれたってことだと思うんで、ここにそのインターネットとコンピューターの基盤をバーってこう展開してあってて、LAN ケーブルの入り口とかいろいろあってですね、そういうその基盤とコンピューターっていうのがここにあるんですね。さて今みんなコンピューターっていうのはうちに帰ってこうやるとか、インターネットっていうのはそのどっかにサーバーがあってみたいに考えたりしてたんだけど、今やもうみんな超高性能のスマートフォンをみんな手にしてますよね。それでもってみんなつながってるわけで、昔 Google っていうのはなんかものをサーチするもんだと思ってインターネットでつなげたりしてましたけど、今はそんなことないですよね。お互い同士のコミュニケーションをするというのは最も一番、SNS として使うっていうことが一番になってるじゃないですか。それはそういうことでつながった新しいコミュニティっていうのが生まれていて、でそれがこの層に次の層なんですね。でこの層にいろんな世界の例えば紛争ガザとかウクライナとかのウェブカメラっていうのがあって、そういうのにこうつながってて、その紛争を映すよね。情報と人間のコミュニティがバーッと発達するんだけど、本当はその我々を取り囲んでる生態系のネットワークっていうのが存在するわけで、その生態系のネットワークの中でもとりわけ重要だと思われているのが、例えばミツバチとか穀物から穀物の糞を受け渡しますよね。だからその農業が成立しててっていうことがあるんだけど、そのミツバチが絶滅するとかなりの農業っていうのは大変なことになると言われていて、もちろん人工的にやれる部分もあると思いますけども、蜂が絶滅するっていうのは一つの象徴的に我々が忘れてしまっている生態系のネットワークのことに言及している。でそのために人類が滅んでしまうということを書いています。人類が滅んで世界が滅んで終わりかというと、実はそうでもなくて、ここにいろんな形の卵を人工的に作ってですね、バーって配置してある。その卵っていうのはその人類が絶滅した後に生き残ってるその種とか卵とかっていうのは次の世代を作ってくる。実際今でも例えばジャングル熱帯雨林が全部焼けちゃった後150年経った後芽を出すとか、オーバーハウスはね2000年経ってから芽を出してるじゃないですか。そういうふうにその種とか卵はね一番長くても100年くらいかもしれないですけども、情報っていうものは実は我々が考えてる方に人工的に作られただけではなくて、情報っていうのはやっぱ生命ももちろん生態系も情報のネットワークを持っていてですね、それが人類が絶滅した後にその情報っていうものは開花して次の生命を作り上げるということをここに表していってですね。それで最後に現れたその生命体の異様な形をしたものも含めていろんな絵っていうのを僕の非常に仲良くしてるアーティストの上田君に描いてもらって、上田君とは前に生命のサンドウィッチ理論っていうのを僕が本を書いた時に、絵をずっと作ってくれた人で、それの絵をここにずっと描いてあるんです。全部が物理現象なんだから、また同じことが繰り返されたり逆に戻ったりすることもあるんじゃないかと。つまり人間がミミズに進化したりする、アメーバに進化することだっても全然起こりうる話じゃないですか。でそういうことを象徴するためにここにミラー的なものを置いているんですけども、赤い照明が当たってるので、実際には赤い鏡みたいなものがバーってなってるんですけども、それは意味としては世界っていうのは全部繰り返すことであって、たとえその人類がそういうものを作ったとしても、またそれはまた時間を戻ると逆行することもあるんだよということを表す、そういうのが伝わると嬉しい。